僕的に言うとそんな難しくないと思うんですよね。管理者としては考え方放棄してるかなと思うので、個人対個人の心理的安全性みたいなのを確保しつつ、ちゃんとコミュニケーションを取っていくと。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。興味のある方、見ていただけると幸いです。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。本日のテーマが、自立型組織の作り方ということで、こちらのテーマをもとに本日は門社長に解説いただければと思います。お願いいたします。はい。自立型組織の作り方ですけど、基本的にはもう自立型が何なのかという議論の前に、組織作りという点においては最終形態というか、自立型組織だと思うので、組織作りの全部みたいな話になっちゃいますから、今日はですね、メンバーにフォーカスをして、メンバーが要は自走する、自立して動けるみたいな、なんかそういう風にするために、考えることとか、やるべきことのポイントとして、少しかいつまんでお話しできたらと思います。ありがとうございます。自立したメンバーを育てるためのポイントとしてはですね、大切なのはコミュニケーションと役割分担だと、僕は思ってますと。まず自立型組織とか自立している人とかですね、言いますけど、自立っていうのは一人で勝手にやることではなく、どうですよね。自立型メンバーとかっていうとですね、放っておいても勝手に成果を出す人みたいになんか思われる人って結構多いんですけど、そうではないですよと。僕の定義はですね、周囲と関わりながら自分の意思で考え、行動をする人、受動的ではなくて能動的に、行動する人ですよね。これが本当の意味での自立だと、仕事における自立型だと思っていますと。そのためにやっぱり必要なのは関係性と、責任感なのかなと思っています。つまり上司と部下のコミュニケーションの質と量、で主体性を持たざるを得ない役割分担、この2つがポイント、鍵なのかなとは思いますね。なので上司として、マネージャーとして管理職としては、自立型のメンバーを作るためには、この2つ、関係性、責任感、具体的にはコミュニケーションの質と量、部下1に対してのと主体性を持たざるを得ない役割分担をどう作り動いてもらうかと、いうことを徹底してやればいいんだと思うんですよね。一つ目、その上司と本人のコミュニケーションの質と量って話なんですけど、自立型になってもらうためには安心して考えられる土台がやっぱないとそもそも無理だと思うんですよね。要は先ほど言うと、放っておいても勝手に動く人、成果を出す人っていうのは、管理者としては考え方放棄してるかなと思うので、自律的に動くと勝手に動くは違うんですけど、自律的に動くっていう観点からすると、なぜその人は自律的に動くんだっていう話だし、ちゃんと先ほど言ったように周囲と関わりながらちゃんと自分の意思で考え行動する人っていう定義でいくと、要は例えば会社としての目的とか目標、それが組織、チームに対して降りてますよね。会社の目的とか目標を達成するために、この組織、チームはこういう目的、こういう目標を持ってやりましょう。だからこの方針でやりますよ。みたいな感じでマネージャーが決めてるわけじゃないですか。マネージャーとかチームで決まってますよね。そこを基軸にして自立して動くってことだから、基軸として動くのが自立型ってことなんで、さっき言った勝手に周りと関わらずに勝手にやる人ですよっていうのは、方針言い方だけど無視の、自分としての結果を出しに行く人みたいな感じなんで、それはちょっと自立型ではないかなと。とにかく、安心して思考できる土台がないと育てない自立型っていうのは、要はその方針に向かって、チームとして組織としての目標に向かって、やっぱりどうしていけばいいのかって考える思考みたいな話、思考じゃないですか。でその土台を作るっていうのは、やっぱり結局日々のコミュニケーションだと思うんですよね。だから、まずは大前提として、1対1。僕がいつも言う、対人マネジメントスキルみたいなコミュニケーションスキルですね。これを徹底的に
鍛え、実践していくことだと。はい。だからまずよく言葉を変えて個人対個人の心理的安全性みたいなのを確保しつつ、ちゃんとコミュニケーションを取っていくと、いろいろこうしたい、ああしたいとか、ね、あなたのこと認めてますよみたいな、こういうのをちゃんとやっていくんですよね。ポイントは、人間って自分が重要であるとか、いなくてはならないとか、チームとか組織の中で主体性の輪に入れるって会社で言うんですけど、例えばチームが10人いたとして、能動的に動く人って、やっぱ自分ごとになってるんですよ。主体性持ってるんですよね。なんでかっていうと、自分が当事者の輪に入ってるからですよ。なるほど。いかに要はメンバーを当事者意識を持たせるか、うちで言うと自分ごと化させるかってことですよね。この輪っていうのは、入ってない人が受動的で能動的に動かないわけですよ。要はなんだろう、当事者じゃないから、自分が別にチームの成果とか、組織の成果とかは、あんまり自分に関係ないみたいな。俺は俺でやるべきことやるだけだからみたいな。チームとしての当事者であるっていう認識がないってことですよね。なので、チームとしての当事者の輪に入れるってことなんですね。これを、やっぱ日々のコミュニケーションの中で、どんどんこう、当事者の輪に入れることを意識して、やっぱやっていくわけですよね。なるほど。それはもう単純にコミュニケーションのやっぱり量と質なんで、頻度と深さが引き出していくので、引き出していかなければならないので、最初はやっぱり量も必要ですし、質もいきなり深いところからいったらなんかちょっとね、難しいんで、浅いところからだんだんこう深くしていく。こういうことをやっていきますと。もう一つは、主体性を、今で言うと当事者意識を持たざるを得ない役割分担。考え方で言うと、A さんが、例えばじゃあ、そうだな、役割として、例えばですけど、じゃあオフィスの掃除をしましょうと、みんなで役割つけましょうときに、トイレの掃除をするの担当になりましたと。その人一人ですよ。例えば。要は自分がトイレ掃除しないとトイレをきれいにならないと。誰も掃除しないと。こんな感じで役割を持ってコミュニケーションがちゃんと取れてると、自分の仕事だからちゃんとやらないと。自分の仕事だからこれができてないと自分が悪いんだ。逆に言うとこれができたら自分ができたということだと。こんな感じで必然的にこう当事者というか主体性を持たざるを得なくなってくるんですね。人ってやっぱり結局自分がいなくても同じと感じるとやっぱり動かないしモチベーションも下がるんで、逆に自分がやらなければ進まないと感じる役割を持つと徐々にこう主体的になってますよね。確かに。なので自分がやらなきゃいけないんだみたいな感じのこう当事者意識をこう役割分担でまず持たせる。これまずチームの中での役割。でそれを繰り返していきながらさっきのコミュニケーションなんですけど、例えばじゃあ今日トイレきれいだったねと。言うんだったらそれをちゃんと言うわけですね。あなたがトイレ掃除ちゃんとしてるからきれいなんだと。みたいなのか。こういうコミュニケーションもひっくるめて取っていって、で、トイレ掃除に関しての責任は、今言ってるようになんかもうセットで渡している感じじゃないですか。あと裁量も渡しちゃうわけですよね。裁量？例えばトイレ掃除を、そうだな、やるのにこういうものが必要だとか、こういう時間でやりたいとか、っていうのは、ズバッとこっち決めてこの通りやれやってなっちゃうと、なんかやっぱり主体性持たなくなったりするので、一定そういうのを決めながら渡すんですけど、もしあなたが、この方がトイレがきれいになるとか、目的達成できるって考えるんだったら、ちょっとやり方変えてもいいですよ。例えばこんな感じかな。あなたにここまで裁量がありますみたいな。ちっちゃくてもいいんで渡していくわけですよね。で、そうするとやっぱ考えるんで、もうその時は完璧じゃなくていいんで、考えて動く経験っていうのをこう積み重ねさせますよね。結局自律性とかっていうのは、こう、任された責任からしか育たないって言っても過言じゃないなと思ってるので、そのような感じでコミュニケーションと役割分担をしっかりとうまく設定して使いながら、先ほど言ったチームの輪に入れるか、入れるわけですよ。入れる。要は目標としては、私はこのチームの一員だ。みたいな実感ですよね。大体要素ってその本人がこのチームに私必要とされてるんだっていう感覚と、ちゃんとそのチームのメンバーと関われているっていう感覚、そして誰かに期待されている、こんな感じのこう要素があると私のチームになるわけですよね。そっか。なるほど。でこれがやっぱり自律性を生むエンジンなので、
やっちゃいけないことというか、本人に絶対こうは思わせてもいけないよなっていうのは、私別にいてもいなくても同じ、あんまり変わらないよね、みたいな。私別にいて、いてもいなくてもいいんじゃないみたいな。こういう風に思われちゃいけないわけですよ。それの逆を目指すってことですよね。なるほど。はい。なんかお話聞いてたら、なんか簡単そうな気もしますけど、難しいものですか？こういう。まあ、僕的に言うとそんな難しくないと思うんですよね。だから、もし難しいと感じたりとか、自分の中でもじゃあって感じるときは、僕が本当にリアルに実務やって直下のメンバーが、リアルに管理職でそのメンバーが数人だったら全然簡単ですよ。そのチーム組織の責任者として管理職として仕事をする分に数人を自立型社員にするのは全然簡単ですよね、はっきり言って。だからやっぱりそれがまあ自分だけじゃなくて管理職にそれやってもらうとか、なってくるとなかなかうまくいかない人もいたりとか、時間かかったりとかやっぱするんですよね。結構やっぱ人によりますよね。でもそれができなかったらやっぱ管理職難しいんで、結論で言うと別にそんな難しくないんですよ。がやっぱりうまくいかないんだったら自分のねスキルが足りないか、自分の質と量が足りないわけですよね。なるほど。経験量と、知識とか自分の能力とかの質が足りないだけだから練習したり学ぶしかないってことなんですよ。なるほど。ありがとうございます。結論として関わりと任せるものと、信じることと対話することで、ちゃんと関わる、小さくてもいいからぶつ切りにして任せることで責任を持たせる、そして信じることで力を引き出すと、だから自立型メンバーっていうのは、もちろん育てる、っていう感じもありますけど、当事者の輪に入れられるかどうかなんで、当事者の輪に勝手にこう入るようにやっぱり努力をして管理者がちゃんと役割をセッティングして自らそういう風になっていく環境を作るみたいなもののチューニングっていうのはすごく大切なんだろうなと思います。なるほど。わかりやすい解説ありがとうございました。自立型メンバーを育てるためのポイントとして大切なのはコミュニケーションと役割分担ということでお話しさせていただきました。ありがとうございました。